地球の模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。お願いします。はい、お願いします。今日とっくん声が枯れてますね。はい、お願いします。でですね、今回なんですけども、テーマの前にですね、ちょっと告知がありまして、こちらの後ろのポスターですね。じゃん。先行のハサウェイですね。こちらは5月7日から上映されますので、ぜひぜひということで。で、なぜ地球道チャンネルでこの宣伝をするかと言いますと、先行のハサウェイのメカニカルデザインに山根公俊さんっていう方おられるんですけども、これ実はですね、浜田で活躍されておられる方なんですよ。今日ですね、ポスターを持って、地球道さんこれポスター貼っといてって言って、ふらっとね、山根さん来られて、おお、山根さんなって思いながら。で、宣伝してもらえたら嬉しいですって言っておられたので、もうこれがっつり宣伝ってことでね。すごくないです。この先行のハサウェイのメカニカルデザインが、この島根県浜田市にいるという。ものすごいですね。ものすごいでしょ。なんだろうな、なんかこう、地方から活躍されてる方がふらっと寄られると、こっちもテンパるっていうね。いや、もうすごい尊敬できる方なのでね、何かコラボできたら嬉しいですけどね、相手にしてもらえなそうですけどはい、まあ、そんな感じでね、先行のハサウェイ皆さんね、僕も見に行きますので、あとサイン写真撮りたい方は地球道来てもらえたら、はい、ありますねというがっつり宣伝でした。はい、では改めて今回紹介したいのはこちら、じゃん。アルゴファイルジャパンさんから出ていますアルティマオートトルクっていう商品ですね。以前アルティマ5を弓道チャンネルで紹介させてもらったんですけども、今回はルーター版ということで、こちらがですね非常にいろんな機能がついているということで、もうネットでも話題になってますし、まあ、お客さんからも問い合わせがあったりしているので、まあ、これをねいろいろどんな魅力があるかというところを紹介していきたいと思います。それでですね、箱に入っているものを紹介していきたいと思うんですけども、このアルティマオートトルク本体ですね。で、アダプターです。だから電池で動くんじゃないんですよというところで。あとゴムスタンド。3種類のビットがあって、テーパータイプね。あと、サラビス加工するのに向いている三角ビット。で、これがです。すごいんですよ。これジルコエボ入ってるんですよ。これセラミック製で熱持ちにくいんですよ。もうこれだけで2000円ぐらいの価値ありますから、めちゃくちゃすごいのついてるんですよね。これはねかなり魅力です。あとこちら最後ね、チャックが入ってるんですけども、こちら最初から入っているのと口径が違います。こっちの最初から入っているのが 2.34、 こっちが 3mm ですね。なのでまあその種類に分けて使い分けができるようになってます。2種類入ってるのいいよね。で説明書ね。この説明書もですね、なんかこういう時に使うんですよって使用例がねかなり細かく載ってますし、あとはビットがねこんな種類ありますよっていうので、いっぱい書いてあるね。いっぱい書いてあるよね。なかなか読み応えのある説明書です。で収納もしやすくてですね、これ箱の中にこう最初からこうやって収まってるので、まあ、箱にも戻しやすいですよというところで、まあ別にこれは道具物というよりはまあケースなんですけどねまあしっかりとしまうことができるというところです。はい、まあ以上こんな感じですね。まずですね、このアルティマオートトルクなんですけども、持って一番最初に思うのが軽って感じなんですよね。重さが約 82g。例えるとですね、エアブラッシよりも軽く電池の入ってないミニ四駆と同じぐらいっていうね。ミニ四駆触ったことない人にはさっぱりでしょうけども、80g って驚異の軽さですよ。だいたいリューターって 200g ぐらいありますからね。ちょっと実際測って見せましょうか。どうぞどうぞ。ほい。どうぞどうぞって。いきますよ。ほら、約 82g。四捨五入したのかな。ですね。ですね。まあでも軽くないです？そうですね。エアブラシがだって 111g とかですからね。めっちゃ軽いです。エアブラシより軽いってちょっと信じられないなっていうのがまあ第一印象ですよね。あとはですね、握りやすい。前重心なんですよね。こう自然にこうペンのような持ち方ができる。こう精密なね、作業ができそうなんですよ。めちゃくちゃ。なんかすごい持ちやすいです。この持ちやすさ、軽さに加えてこのジルコエボがついてるって、もうこれだけでもう全然快な感じがするんですけども、これ実はですねもっとすごいことがありまして、世界初の機能がついてるんですよ。世界初の機能、これ名前がですねオートトルクフィードバック機能なんですよ。仰々しいですね。そう、オートトルクフィードバック機能だとみたいなで俺はよくわからないんだけどね、この機能でなんでこのオートトルクフィードバック機能って何ぞやっていうところをね、今から紹介していきたいと思います。ではですね、オートトルク違う、なんだオートトルク違うではですね、オートトルクフィードバック機能とは何かと言いますと、このメーカーさんが言うにはですよ、ルーターに負荷をかけた時に回転の減速を検知し、より強い電流をかけて回転を維持しようとする機能なんですって。低回転でも粘り強く回転するというものですと。要約するとですよ、低回転だと効率めっちゃ悪いじゃないですか。だからみんなついついこう回転数上げますよね。そうするとプラスチック溶けちゃって、ああ困ったみたいな、そういうのがないですよっていう機能なので、精密な作業
業も OK よっていうね、まあ、そういう機能なんですよ、ざっくり言うとね。だからこう抵抗でちょっと止まりそうって言った時に電流がいっぱい流れて、いやいや落とさねえよっていうね、でトルクをグック、まあ、そういう機能なんですって。なんか面白そうだよね。早速オートトルクフィードバック機能ですね、体感してみたいと思います。それではですね、早速ビットをつけていきたいと思うんですけども、ここのねビットを固定するためのボタンがあるんですけど、ここにね A って書いてあるっていうね、アルティマの A ですよ。なんか昭和感がある A だねまあここはいつまでここの話進んでるって話ですけど、でこれでしっかり止めます。こんな感じで、ここでねギュッと止めます。だから作業中はここのボタン絶対押しちゃダメですからね。では早速スイッチ入れていきたいと思います。特訓やばくない？めっちゃ静かじゃない？ほら、これちょっとマックスにしてみようか。これでね、ここのダイヤル式なんですけど、これでマックスですよ。すごい静かですね。もうちょっとウィーンってなるのかと思ったら全然静かです。この先端見てください。先端全然ブレてなくないですか？チャックの精度がめちゃくちゃ高いみたいですよ。ほんとね、全然ブレてない。音がこんなに静かなのもなんかね、A ベアリング使ってますよって社長さん言ってられたんで、でもこんな感じですよ。低回転高トルクでいきたいと思いますので、ね、実際はだからもうこんな感じですよ。それでは早速使っていきたいんですけども、ミニ四駆のプラスチック素材でこういったところをこう削りたいっていう場面があるとするじゃないですか。いつもだったらですよ、僕の感覚で言うともうこの一番大きい音の状態ですよね。回転数を上げてもう早く終わらせたくてね、でこれでガーッといくんですよ。そうするとこうバーッと削っていくとですよ、こう溶けちゃってますよね。回転数を上げると摩擦熱でこうプラスチックって負けちゃうんですよね。よくこういうのを後でデザインナイフでカットしたりするっていうのはまああるあるだと思うんですけども、実際今のマックスでいうとこのもう5分の1ぐらいのこれぐらい、ほんとちょっと回したぐらい、これでやってみたいと思います。ほら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 、こうやって回転を維持しようとクッと速くなるんですよ。ふいって速くなるのかな、どうなんだろう、音が変わるんですよ。ふいって、でもそんなに振動があるわけじゃないんですよ。そのオートトルクフィードバック機能が今発動したっていう音は分かるんですけど、別にそれでなんかブレたりとか全くないですね。ほらほら、音変わるけど回転数は落ちてないですよ。同じような感じで削れます。粉を取ってあげるとですよ、ほらすごくない？全然溶けてないというかツルツル。この削り粉のめちゃくちゃ細かいことよ。これすごいきめ細かに削ってるのが分かるんですよね。これすごいな。これすごいよね。なんかデザインナイフで切ったかのような、めっちゃ綺麗。ちょっと感動するねこれね。続いては付属してある三角ヘッドを使ってみたいと思います。このカーボンプレートですね。それではサラビスを入れるために、ちょうどいい穴をね開けていきたいと思います。狙いがねめちゃくちゃ定めやすいです。ここでここで初めてちょっと負荷をかけても全然回転数が落ちないですよね。僕なんかよく使ってるんで分かるんですけど、押さえつけた時にガッて引っかかるんですよ。全然ね引っかからないですね。さっきも話したんですけど、それでこう手になんか反動が来たりとかそんなことは一切ないです。音だけは変わってる感じ。ほらめちゃくちゃ綺麗に削れました。あとはですね、カット面を見ていきたいと思いますので、同じアルゴファイルジャパンさんから出ているカットダイヤ、品番が DHP2132 という、ちっちゃい円盤カッターを使ってこのカーボンプレートを切っていきたいと思います。それではですね、こういった感じでこの字でね、ここの今見えてる部分をカットしていきたいと思います。よいしょ。では早速いきます。いやーこれね、回転数を落としてるからわざとすごい作業性アップというか狙ったように動かせますね。これ普段だったら結構なスピードで当てて一気に切ること多いんですよ、僕はね。でそうするとその刃が引っかかってカーボンに
こう思わずこうつるんってこうね回転に負けてこうそれて切れちゃったりするんですけど、全然思った通りに今動かせるので、全然その刃がブレて変なところを切ったり全然しないですね。狙ったところをもう本当にすっぽ抜けないです。本当ね結構チロンっていったりするんですよ。すごいな。はい、できました。僕ね、こんなに綺麗に切ったことないっすよ。ルーターの使い方まあまあ下手くそなんですけどね、すごい綺麗に切れてますよね。それでですね、いろいろ試してみて、結構長時間こう撮影で使ってるんですけども、使ってみて驚いたところがですね、全然本体が熱くならない、若干あったかいですけども、僕が今まで使ってるルーターと比べては熱を感じません。熱が少ない。寿命がねすごく持つんじゃないかなっていうところにもかなり期待ができるんじゃないかなと思います。で使ってみた感想としては、やっぱりこの回転数が一定っていう凄さと、あとトルク感、低回転で作業性の良さですから、なんかねめちゃくちゃ気に入ったっすね。でほんとブレてないし、持ってていいんじゃないかなと思いますよ本当に。ここから注意事項なんですけども、オートトルクフィードバック機能がついてるからといって、こう無理に押さえつけても回転数下がらないんだろうって言ってグーッと押さえつけるとですね、モーターがそもそも持っている最大トルク以上の負荷をかけるとセーフティー機能といいますか、こう止まるようになってます。これはモーターが負荷をかかりすぎるとやっぱり寿命が下がるから止まるんですよね。押さえつけすぎて止まった時はこういう感じで押さえつけちゃダメなんだということでね、あんまりやらないように注意してもらえたらなと思います。そういうのがついてるのはいいよね。もう無理っていうね、これはまた優しいですよね。優しい。優しい。優しい。どういうこと？はい、それではですね、今回紹介させてもらったのはですね、このアルゴファイルジャパン、優しい機能がいっぱい詰まった、深夜帯なんで優しいでつぼってる2人なんですけども、アルティマオートトルクですね、これお値段もですね、非常に優しくてですね、13,200円ですよ、税込み。安いと思うよ、僕、ルーターの世界の中では。で、世界初のオートトルクフィードバック機能付きでしょ？めっちゃ優しいと思いますね。よしよし、深夜も更けてきましたね。地球道なり、ボケ天なり、ネットなりで検索してみてはいかがでしょうか。これね、ほんとおすすめですから、こんな感じでね、終わっていきたいと思います。面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、また質問とかありましたら、僕もメーカーさんにまたメールで質問したりもしますので、ぜひぜひ気になることは聞いてみてください。こんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。優しいです。